いった経緯で3人を選ばれたんでしょうか？みやくんは、ムックももちろん知ってましたし、作る曲の雰囲気とかも大体聞いて分かってたので、仕事もすごく早そうだったし、一緒にやれたら面白そうだなっていう感じだったような気がします。あとはなんかライブで話してみて、人間性的になんかその合うか合わないかみたいなところとか、ちょっと初めはどんな感じかなっていうのは打ち上げとかでは何回か話したことあったんですけど、それで話してみて結構意見があったんでって感じ。自分以外は誰の目にいるんですかって言ったら、今幸宏さんを誘ってるっていう話を聞いて、思いもしなかったメンバーが出てきたんで、面白そうなんでやります。新しいことできそうだなみたいな、なんか一緒にバンドできると思ってなかった人とバンドができるって結構その期待しかないというか、自分の勉強にもなるだろうし、新しい引き出しが増える経験にもなるし、やっぱ自分結構バンド長くやってる方だと、一つのバンドを長くやってる方だと思うんですよ。もう25年同じバンドやってるんで。そうなってくるとやっぱりこう長くやってるけど、長くやってるならではのこうなんか割とこう内に入りがちな部分とか、気が付いてないけどずっと変わっていかなくちゃいけないのに変わってない部分とか、いろいろやっぱ見えてくるし、それは別に悪い意味じゃなくて、やっぱ新しい刺激を常に取り入れたいっていう、特に思うタイプなんですよ。なので良かったですね。嬉しかったです。初めて会った時の印象って覚えていらっしゃいます？ステージに立って京さんとかディル・アングレの京さんっていうイメージより、すごくなんかこう語法が出てるなみたいな、柔らかい、物腰が柔らかい人、すごいいい人、そうイメージよりっていう感じでしたよ。めちゃくちゃこだわるじゃないですか。僕結構ざっくりしてる人間なんで、その場の空気感とか雰囲気とかその時の勢いでみたいなところが多い人間なので、それの真逆のタイプだなっていうのも感じてて、それで惹かれる部分結構ありましたね。面白いなと思って、なんかない部分ばっかりだったんで。幸宏さんのドラムが自分たちの曲に入るっていう意味ではどんな印象でした？だから面白いものになるだろうなっていう感じ。幸宏さんのドラミングってもちろんガキの頃からのファンだから分かってる部分ってあるじゃないですか。でもなんで好きかって言ったら個性的だから好きなんですよ。その個性ってファン目線でかっこいいから見てる個性と、自分が一緒に音を出すってなった時にどういう感じになるかなんて想像ができないんで、そこ未知数すぎて戸惑ってました、最初は。でも幸宏さんに関してはもう単純に本当昔からドラマで一番好きだったんで、ストイックな方っていうのはもちろん知ってたんですけど、人間性がどうとかよりも先にもうとりあえず好きみたいな。プチブラバンソンはどんなバンドになると想像されてました？まだ出来上がったものじゃないからどうにでもなるじゃないですか。ラルク・アンシエル、エル・アングレー、ブックもそうだ、バンドも長いし、もうある意味形としてはもう出来上がってるもので、もう新しいものには絶対になれないものを背負ってそれぞれ活動されている人たちが集まって新しいものを作るっていうなった時に、新しいものはなかなか作れる年でもないし、そんな若くもないし、だからそういう人たちが集まって新しいものをまた一から作れるっていう機会の方が少ないわけで、そこへの期待ですかね。あえてもう一つやるっていうところに意味があるというか、最初の印象はそんな感じでした。マニアックというか個性的なものを突き詰めた音楽になるんじゃないかなって
でそれぞれがそれぞれのやってるバンドではやってないようなことをやってみたりとかするのかなっていう感じです。